こんにちは、鉄ゴンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。新年一発目、JR 大阪駅前からお届けします。正月に上げた挨拶動画見ていただいた方もいらっしゃると思いますが、改めまして2026年明けましておめでとうございます。本年も今後トラベルよろしくお願いいたします。それで挨拶の時に説明いたしましたが、今回の動画から、リニューアルしました。で、フルナレーションで、字幕の機能をオンにしていただくと、その国の言語が、表示されると思いますので、これでちょっと外国の方にも、楽しんでいただけるかなと思いますので、ぜひ字幕機能をオンにして、ご覧いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。それで、翻訳の方ね、テスト版でアップして、公開はしてないんですけども、見たら、ちゃんとね、翻訳はされてるんですよ。で、字幕もついてね。ただね、ちょいちょいね、おかしな、翻訳のされ方してるので、その辺はもうごめんなさい。もう勘弁してください。雰囲気で、察していただければなと思います。それでは本年一発目宿泊するホテルなんですが、大阪梅田の堂島でいいのかな、堂島エリアにあるホテルです。そのホテルはこちら。ホテルインターゲート大阪梅田です。詳細はこのようになっております。これまでね、詳細の方を貼ってて、それでポイントだけ紹介してたんですが、字幕機能でね、翻訳がされないので、今日から全部説明していきたいと思います。それで今回の予約は、積立旅行サービスハフを利用しています。一泊素泊まりの朝食なしプランなんですが、朝食はチェックインの時に追加いたしました。2750円です。で、各種サービス多数ありということで、これもちょっと後で説明します。チェックインは15時のチェックアウト11時。ハフコインで600ハフコインの 10% オフの支払いは531コインとなりました。円に換算すると18,585円相当ということです。一つ言い忘れてましたけども、新年一発目の動画なんですが、宿泊したのは11月の末の土曜日です。それで予約したのもさらに1ヶ月ぐらい前で、ジャランと比較してみました。で、部屋はちょっと行ってませんでしたが、スーペリアダブル。ね、ジャランですと、25,830円で 10% オフになってるんですよ。で、元は28,700円。というふうにね、約1万円ほど、ハフの方が安いということなんで、さらにね、朝食つけても、7000円ちょっと、ハフの方が安いということで、これ以降ね、なんか、ハフで、ここのホテルの、表示が全然出てこないんですよ。これひょっとしたら、やっぱり安くて人気あるのかなと思います。そしてサムネにあるように外出させてもらえないホテルというふうにね、つけたんですが、これが各種サービス多数ありにつながってきます。で、どんなサービスあるかは動画の方見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。それではね、皆さんも旅してる気分で最後までお付き合いください。それではどうぞ。ちょっとごめんなさい。言い忘れてたことがいっぱいありまして、最寄りの駅は大阪駅、JR 大阪駅と大阪メトロ四ツ橋線の西梅田駅、それと JR 東西線の北新地駅からでも近いです。で、大阪第一、駅前第一ビルかのところをこう行きまして、そうですね、ロレックスのお店があって、そこを、西に向かってまっすぐ行くんですが、途中でね、僕曲がってしまったので、まっすぐ行った方が多分近いと思います。で、途中で曲がって、西梅田駅の南改札から出たところの階段上がったら、ちょうどこの今歩いてる道に出ます。
多分こちらの道をまっすぐ行くと分かりやすいと思います。で、コンビニも先ほどの、渡っていった交差点、ロレックスのあった店の向かいですね。あそこにファミリーマートと、で、このホテルの斜め向かいにもコンビニがあります。で、ホテルに到着しました。まあ、見た感じ、今時のホテルって外観していますね。で、1階から入っていきまして、下はね、駐車場になっております。で、こっち行ったらどこに行くのかちょっとわかりませんが、で、エスカレーターがあるので、これで2階に上がります。で、フロントは2階にあるという感じですね。で、11月末なので、クリスマスツリーがあります。で、中はすごい、なんかこのラウンジっていうかね、綺麗ですね。すごい大きくてね。で、チェックインはセルフでやってるんですが、フロントにね、スタッフがいていろいろ説明してくれます。で、その時説明されてなかったんですが、アメニティコーナーがあって、そちらで、必要なものを持っていくんですけども、ラウンジに目が行っててね、全然気づかなかったっていうのがありました。で、こちらラウンジでね、コーヒーがいただけるそうです。で、こちら横にね、エレベーターホールがあって、なんかパソコンの基板みたいな絵かなと思ったら、これ、大阪の街の、ね、ビルとか、太陽の塔、通天閣、蟹道楽、ユニバーとかのね、絵です。で、エレベーター4機あってね、これがね、やっぱり4機あるのでね、あんまり待つことはなかったです。で、今回は、14階の部屋で、え1404号室で18階まであるので結構高いところの部屋に、なりました。で、14階に来ました。結構広いね、このエレベーターホールで、廊下も静かでね。で、暖房が効いててね、結構暖かいです。で、部屋がね、どちらかなって思ったら、こちらが、1404号室の方ですね。で、絨毯が綺麗でしょ。で、ツートンでね。で、ちょっと真ん中がグラデーションかかっててね。で、とても静かないい感じですね。雰囲気がめっちゃ好きですね。で、部屋到着しましたので、早速入りたいと思います。いやー、これはなかなか広いですね。21平米なのでね。で、なんていうか落ち着いた雰囲気ですが、部屋の中はとても明るいです。いやー、ほんまいい感じですね。デスクもいいし、なんか壁の感じもね、すごい好きです。そしてベッドなんですが、160センチありますね。いや、でかいですね。いや、これはちょっと期待できますね。そして玄関なんですが、ライトついてませんが、これは近づいたら、人体センサーライトでね、明るくなります。で、津の文字のような建物になっております。で、マグネットのやつが4つで横長。これちょっと初めてのタイプですね。で、玄関入って横に、ちょっと暗いんですが、ハンガーパイプがあって、ハンガーが6本と消臭スプレー。で、下にはバケージラックや、靴べらブラシと、で、スリッパ2足あったんですが、もう1足すでに履いております。で、廊下に全身鏡がありまして、2メートルはあると思います。めっちゃでかいです。そしてその向かいにはフックが3個あって、ここに服かけたりタオルかけたりできますね。で、こちら、ドア開けたらユニットバスですね。今回はね、大浴場があるので、さっと見るだけにしておきます。いや、それにしてもなんかもうめっちゃいいですね。大浴場ある時に限っていいユニットバスなんですよね。で、バスルームもね、浴槽でかくて大きくて綺麗で、で、洗面台もあって、もう
ここ自体が広いですね。で、バスタオルとフェイスタオルがあるので、これは大浴場に持っていくやつですね。でも、ボディタオルもね、ちゃんと用意されてるので、うん。で、ヘアドライヤーに、ハンドソープ、そして歯磨きセットは部屋にありましたね。いやー、ここはいいですね。入ろうかな。いやー、でも大浴場行くのでね。はい。で、トイレ開けて、なんか光るのかなと思ったら光りませんね。で、玄関ユニットバス部屋ね、バリアフリーになってるのでね、車椅子でも入れるかもしれませんが、手すりとかがね、バスのところにはありますけど、他がないのでね、どうかなと思います。で、デスクですね。いやー、いい感じですね。で、デスクライトも LED で明るくて電話があって、で、いろいろパンフレットみたいなのがありますね。うん、なかなか良くて、椅子もね、ちょっと和柄なんかな思ったら、ちょっと違ってね、結構軽い椅子でした。で、2つあってね、多分足乗ってるやつかななんて思っております。で、エアコンのスイッチが壁に埋め込まれてて、操作方法も載ってて、は、吹き出し口がね、横長で、これもちょっとあんまり見ないタイプですね。で、充電器のやつがあって、ホテルの案内がいろいろあります。で、ミネラルウォーターが2本。これはサービスでついてくるやつですね。で、電気ケトルがあって、その後ろにティッシュと、トレイがあります。メモとね。で、グラスとカップが2組ずつ。で、その下に冷蔵庫があって、ドアポッケのないやつで、ちょっと弱冷蔵庫でね、あんまり冷えてませんね。夏場はちょっときついかなって感じです。で、ベッドの正面にテレビがあります。そして電源を入れるとホテルのインフォが流れるタイプです。後で見ましょうか。そしてベッド脇なんですが、棚があって時計があります。そして引き出し当てたら金庫が出てきましたね。丸々1個使うんや。で、ベッド脇の、照明のスイッチね。部屋のスイッチとフットライトと、横の間接照明ね。で、USB とコンセント。で、その横のね、間接照明結構明るいです。で、壁には、これ昔の大阪のこれ中之島かなと思ってたら、通天閣もありますね。これなんやろね。昔の、大阪って感じです。で、ベッドはシモンズ製のベッドで、インターゲートホテルのオリジナルらしくて、幅は160センチありました。で、館内着が2ピースタイプで2着ありました。結構いい感じですね。で、枕が4つとクッションが1つ。で、クッションは結構柔らかめのやつでね。で、枕、手前のやつが低反発で、結構柔らかいです。で、後ろのやつは高反発で弾力があってね、2タイプっていうかね、違うタイプの枕です。それでは行ってみましょう。イージーモードだったんですが、行き過ぎましたね。いやー、これは綺麗にはいってるんですよ。ちょっとね、これはやりすぎって感じですね。いやー、70点ですかね。で、ベッドの弾力、さすがシモンズベッドですね。結構沈むんですが、優しく包み込まれるような感じでね、これ、横になってみましたが、結構寝心地良かったです。で、窓の外なんですが、開けますと、景色はよく通ってますね。ただ横がね、ビルがあって、
右がリッツ・カールトンかな。で、ただまあ正面はね、景色が抜けていい感じですね。それでは部屋にあったホテルインフォ見ていきましょうか。朝食以外のね、サービスは無料で受けられるそうです。上の段ですね。まずは朝活6時から7時までコーヒーやスムージーがいただけて、朝食を挟んで、コーヒータイム10時半から20時まで、コーヒーやソフトドリンクが飲めます。その後にアフタヌーンサービスということでお茶菓子が提供されます。そしてその後ハッピーアワー17時から19時までワインやカクテルが飲めておつまみまで出るそうです。その後ナイトタイム20時から21時までお茶漬けバイキングがいただけます。そしてフィットネスジムや朝食は有料ですが、大浴場なんかもあります。で、大浴場に行くのに館内着に着替えました。どうですか？ちょっとお腹が気になりますが、これ、内側と外側で留めるタイプにちょっとめくれませんが、こんな感じでね。で、ポケットもついててね。で、ランドリーバッグに、バスタオルとボディタオルを入れていきます。そして大浴場は18階、エレベーターに乗るとインバウンド向けに入浴マナーが貼ってあります。で、18階に着きました。で、まず目につくのは、フィットネスクラブというかね、ルームですね。で、ランニングマシン2機と、なんか空中歩揚するみたいなのと、あとバイクがありまして、で、窓からの景色が東向きでね、大阪駅前第一ビルが見えてますね。ここまっすぐ行ったら、大入町の方ですかね。フィットネスを出まして、左側に男湯。で、その向かいに製氷機と、自動販売機があります。で、その奥に、喫煙室とランドリールームがあります。で、ランドリー、洗濯機がね、6台あります。フィットネスを挟んで右が女湯、左が男湯となります。で、大浴場です。で、18階からね、外が眺められて、で、フロストガラスになっているので、外からの視線は感じることはありません。で、長くて LED ライトね、ブルーのライトがナイトプールっぽくてね、ちょっとやらしいかなと思います。で、手前にね、水風呂があって、女性の方、女湯の方はジャグジーもあるそうです。で、サウナがだいたい100度ぐらいですかね、完備しています。で、洗い場は約20席ね、シャンプーバーがあってね、結構広くてね、いいと思います。で、パウダールームが、これは女湯の方ですね。男湯の方はこれの半分ぐらいで、とても綺麗かったです。で、脱衣場もね、広々として、ロッカーが大きいんですよね。で、奥にマッサージチェアがあって、ウォーターサーバーもあるので、非常に良かったと思います。それで入ってる人もね、少なかったので、のんびりと疲れました。いいお湯でした。はい、2階にやってきました。ラウンジに来ております。今、アフタヌーンサービスで17時まで、コーヒーや冷たい飲み物、ソフトドリンク、あと、お茶菓子なんかもね、いただけるそうなので、ちょっと冷たいものと思って、ビネガージュースがあったんで、でも、氷がね、ちょっと見当たらないので、そのままいっちゃいます。で、いただいたのは、リンゴスピンクグレープというね、ビネガーですが、フルーツビネガーですね。美味しかったです。で、お茶菓子が、その裏側に置いてありまして、5種類。で、この間ね、満月ポンね、買おうかなってスーパーで思ってたんですが、ここで出会えるとは思ってもみませんでした。で、紅茶クッキーだけね、ちょっと取ってこなかったので、後でもらおうと思ったらなくなっていました。で、ビネガージュースね、氷なくても、ちょっとだけ冷えてましたね。美味しかったです。泡起こしなんてほとんど食べることがないんでね、めっちゃ久しぶりに食べました。いや、なかなか美味しかったです。で、やっぱりこういうところじゃないとなかなかね、食べないですね。自分で買うこと
まああんまりないかなと思います。で、16時40分ぐらいに来たので、もう間もなくね、ハッピーアワーが始まります。で、思ってたらソフトドリンクの置いてある場所がね、別にあってね、で、ミックスジューチュいただきました。大阪名物ミックスジューチュ。美味しいですね。で、満月ポン。ね、これがね、なんていうかな、醤油味でね、サクサクしてて、ほんと軽いんですよ。なんかね、罪悪感があんまりなくてね、なんか一袋じゃもっと足りないですね。もっと食べたいですね。はい。ハッピーアワーが始まりました。いやー、待ちに待ったハッピーアワーです。で、赤と白のワインと、あとシャンパンがあります。で、こちらがシャンパンですね。で、こちらブランドブランというシャンパンで、白ぶどうで作ったシャンパンのようです。で、おつまみがミックスナッツ、モッツァレラチーズとプチトマト。で、あと、スモークチーズがありました。モッツァレラチーズとプチトマトは多分バジルで和えてると思います。で、シャンパンなんてね、飲む機会があんまりないので、いやー、美味しかったですね。なんかカクテルグラスに入ってね。はい。で、モッツァレラチーズなんですが、まあ、あんまりチーズね、そんな食べる、まあ、好きは好きなんですけどね。こういう風に食べるのもあんまりなくてね。いや、美味しかったです。で、プチトマトなんですけど、これがですね、まあ、キンキンに冷えててね、ちょっともう新鮮なんで硬いですよね。なかなかフォークが刺さらなくて。で、これ食べたら結構美味しかったです。うん。こういう食べ方いいですね。ワインにも合うと思います。で、このスモークチーズがね、最初ソーセージと思ってたんですよ。で、食べてみたら香ばしくてね、ソーセージ食べたと思ったらチーズが出てきて、ああ、そうか、って感じ。で、おかわりに赤ワインなんですが、実はその前に白ワイン飲んでたんですが、撮影に失敗してました。取れてませんでした。で、モッツァレラチーズがなくなったので、行ってみたら、生ハムがありました。これすべて無料サービスなんですよ。で、ちょっとグラス汚れてるんですが、勘弁してください。いやー、美味しかったですね。で、調べてみたら、スラナってワインなんですが、激安ワインだそうです。480円ぐらいでした。で、ワインの味、わかんないのでね、僕は全然これでも美味しかったです。で、生ハムです。生ハムあんまり食べないんですけどね、やっぱり美味しいですね。はい。で、このスモークチーズに、生ハムを巻いていただきました。ただあんまり味は変わんないですね。チーズの味がプラスされたっていうだけでした。で、これ、スパークリングワインじゃは、シャンパン。実は5杯目です。もう結構酔ってきてます。さすがにもうこれ以上飲んだらやばいので、コーヒーをいただいて部屋で飲もうかなと思います。それでコーヒーマシンで入れようかなと思ったらなかったんですよ。で、スタッフさんに尋ねたら入れてくれるそうです。引き立てのコーヒーを入れてくれるそうです。で、しばらくね、時間がかかるので、ロビーをね、撮影させていただきました。なかなかいいでしょ、このロビー。で、さっき映ってた長いテーブルもね、あそこちょっと飲食ダメなんですよ。で、この手前のところにライブラリーがあって、ここも人が常にいてるって感じですね。で、クリスマスのね、前なので、こういった、ツリーとかありました。で、部屋に戻ってコーヒーをいただきました。これがなかなかね、本当美味しかったですよ。酸味があってね、まあ、モカなのかな。で、ちゃんと苦味もあって、水っぽくなくて、すごい美味しかったです。ちなみにこの時、新年の挨拶動画を撮ろうと思ってたんですが、ちょっともう、ろれつが回ってなくてね、諦めました。
2時間が経過して再びラウンジへ向かいたいと思います。ラウンジではナイトタイムが始まってお茶漬けバイキングがいただけます。いやー、なんとお茶漬けが食べ放題なのです。で、しかもね、トッピングの種類も多くてね、いやー、いいですね。先にね、席をキープしまして、お茶漬けを作りに行きます。トッピングは全部で7種類、イカの塩辛、磯佃煮、砂ずりの塩辛、高菜、タコ、わさび、鮭フレークに鶏そぼろなんかがあります。そしてあられ、ごま、塩昆布、もみ海苔と、これで美味しいお茶漬けがいただきます。で、1杯目に鶏そぼろ、砂ずりの塩辛、高菜で、お出汁でいただきます。それではいただきます。いや、これがね、なかなかね、美味しくてね、トッピングね、しすぎたかなと思ったんですが、塩気が効いててね、いい感じで美味しかったです。で、砂ずりの歯ごたえがあってね、まあ、硬すぎずね、で、鶏そぼろが甘めでいっぱいで味変しているような感じです。そして2杯目、タコワサ、イカの塩辛、磯の佃煮に、ほうじ茶をかけました。で、磯の佃煮なんですが、めかぶかな、わかめかな、ちょっと海藻っぽいのと、あさりの佃煮が入っていました。で、これがね、また美味しかったです。ほうじ茶でね、磯の風味がね、いい感じでするんですよね。で、イカの塩辛がですね、結構癖強いですね。ちょっと苦手な人もいると思います。磯の香りがきつすぎて。でも僕は嫌いじゃないし、これ熱燗でね、合わせても美味しいと思います。で、外国の方がね、お茶漬けに味見がないのか、ご飯とは別にトッピングをお茶碗にね、いっぱい持ってね、で、普通におかずとして食べてましたね。ちょっと教えてあげたかったんですけどね。で、3杯目行こうと思ったんですが、もうお腹いっぱいでね、2杯でギブアップです。いや、でも美味しかったですね。まあ、なんていうか、ここのホテルはですね、もう本当にサービスがやばすぎです。いや、本当にね、外出させてもらえないホテルっていうのはね、思いました。で、これだけサービス充実しているホテルはなかなかありませんね。一歩も外に出ることなく明日を迎えられそうです。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。で、部屋に戻る前にアメニティもらっていきます。ね、チェックインの時もらってなかったので、で、コーヒーね、これ、山本コーヒーというドリップコーヒーですね。これを持って帰って部屋で飲みます。で、マウスウォッシュ。それでアメニティが結構充実しててね、スキンケアの種類が多くてね、女性の方ね、ずっと迷ってました。で、甘いものはやっぱり別腹です。クッキークリームシューをいただきたいと思います。ちょっと冷蔵庫でね、弱冷式なのでちょっと柔らかくなっていますね。これはコンビニで買ってきました。半分に割ったらクリームがぎっしりです。いや、これ美味しいですね。で、クリームほんまべちょべちょになっててね、クッキーの甘さがね、香ばしくてね、少し歯ごたえがあるって、とても美味しいです。で、クリームも濃厚でした。ほんともう手がべちょべちょでもう急いで完食してしまいました。もっとゆっくり食べたかったんですけどね。で、食べた後はもうベッドでゴロゴロしようかなと思っています。さすがにお腹いっぱいなので早めに寝たいと思います。内緒ですが、実はコンビニで買ったサンドイッチも食べてます。それでは皆さん、おやすみなさい。おはようございます。朝から大浴場に入ってきました。そして体重計乗ったらね、ほんと体重がやばいことになってました。なのに今から朝食です。で、朝活はちょっとね、やめて朝食だけいただくことに、で、8時半ぐらいに朝食食べに行きました。昨夜と同じくラウンジで朝食をいただきます。で、割と空いてたのかな。
で、先に席を確保してから料理を取りに行きます。料理はビュッフェ形式です。料理がですね、和洋中と結構種類が多くてですね、さすが2750円だけのことがあります。で、今回はね、デザート食べなかったんですが、美味しそうですね、これも。で、カレーがあったりね、カウンターの向こう側から豚しゃぶポン酢が提供されます。で、パンもありますね。で、ドリンクも昨日と同じくいろいろあります。1膳目はこんな感じとなりました。結構控えめですね。で、すき焼きとか、あと、ちゃんちゃ焼きね。北海道のね、郷土料理です。では、いただきます。で、豚しゃぶポン酢から。いやー、美味しかったですね、これも。で、朝からね、贅沢だーって感じです。で、料理はね、全般的に美味しかったんですが、もうサラダやすき焼きもね、美味しかったんですけども、で、このちゃんちゃ焼きがね、なかなか美味しかったです。で、ちゃんちゃ焼きってね、北海道の郷土料理で、鮭とお野菜を蒸し焼きにしてね、味噌で味付けしてるんですが、なんかバターの風味してめっちゃ美味しかったです。で、次にスパイスカレーね、さっき食べなかったゆで卵を乗せました。で、スパイスなんでね、ちょっと辛いの苦手なんでどうかなと思ったんですがね、これなかなか、美味しかったですよ。ただね、スパイスカレーって書いてた割にね、身構えてたのに全く辛くなかったんです。で、肉がね、豚と鶏のお肉なんでね、全然大阪のカレーっぽくなかったです。でもね、美味しかったですよ。で、最後にね、ゆで卵。ちょっと端っこの方しかね、取れませんでしたけども、一緒に食べたらまた美味しいんですよね。で、外を見たら、雨で嫌だなーっと。いやー、お腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。で、最後にね、食後のコーヒーということで、昨日は入れてもらったんですが、今回は朝はね、ポットから自分でコーヒーを入れるパターンです。で、それを部屋に持ち帰り、いただきます。いやー、雨か嫌やなー。でもそろそろ帰りたいと思います。本当にね、ホテルから一歩も出ずにね、楽しく過ごせました。ありがとうございました。それではチェックアウトしていきます。それでは評価の方やっていきたいと思います。アクセスなんですが、JR はね、北新地駅の方が近いですかね。で、四ツ橋線の西梅田駅の南改札から、出口を上がっていったら、徒歩3分ぐらいで着くかなという感じです。で、立地が北新地でね、昔は高級な店が多かったんですが、最近ではね、リーズナブルなお店も増えてきてね、いいかなと思います。建物設備が大浴場にラウンジね。で、ロビーも設備が充実しててね、エレベーターも4基と、あとフィットネスもあってね、いや、なかなか充実してましたね。部屋もね、そこそこ広くてね、全体的に良かったんじゃないでしょうか。そしてサービス。もうまさに外出させてもらえないくらいね、本当に充実してます。いや、これは本当、初めて星5入れたんじゃないでしょうか。で、最後に朝食ね。美味しかったんですが、2750円はちょっと高いかなと思います。もしかしたらこのサービスも含めての料金だったら納得かなと思います。そして総合評価は4.0と高得点。で、ハイクラスほどではないが、このサービスはなかなかね、いいと思います。いや、今
回はね、本当にね、サービスが充実しててね、チェックインしてから一歩も外に出てないんですよ。で、飲み物とかはですね、ホテルに向かってる途中のコンビニで購入したんで、でも、これひょっとしたらね、22時までね、ラウンジで何らかの飲み物があるので、もしかしたらいらないんじゃないかなと思うぐらいでした。まあ、食事なんてね、本当にね、外で食べる必要がなかったんですよ。で、お茶漬けもあれね、多分ワイン飲んだ後だから、もうより美味しくいただけるし、まあ、ワイン飲まなかったらお茶漬けひょっとしたら4、5杯はいけたと思います。いや、本当に良かったです。そして今回から動画の方リニューアルしました。全ナレーションと、字幕に翻訳機能付きということで、いかがだったでしょうか。まあ、自分もこう編集しながらね、緊張を持ってやってみました。で、これを機にね、海外の方も、ゴンゴントラベル見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントもよろしくお願いします。そして2026年もよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。